はいどうも、ゆうちチャンネルです。レクサス NX 販売絶好調みたいですね。いやー、NX オーナーとしては、なんとなくね、嬉しい気持ちになります。特に NX350H ハイブリッドモデルの人気が、圧倒的で、今年上半期の国内販売台数は6860台と、乗り出し価格約700万円前後の車両が直近7月8月の登録台数も1500台以上登録されていまして、安定的に売れていることがわかります。ちなみに LBX の上半期登録台数は1万836台と NX よりさらに売れているんですよね。29位にランクインしています。しかし、これは車検証上の社名欄の名称を原則とした分類ですので、NX 全モデル別を合算したら、もしかすると LBX をしのぐ登録台数になっているかもしれません。ということで、今回はなぜ数あるレクサス車の中で NX がここまで人気なのか、日本で NX が最適な理由6選というテーマで私の持論をお伝えしようと思います。お時間ある方、ぜひ最後までお耳をお貸しいただければなと思います。というか、倍速再生であっても絶対最後まで見るようにお願いしますね。そして見終わったらいいねとチャンネル登録をポチッと押しちゃってください。それでは行ってみましょう。国内仕様で NX が最強な理由、一つ目はというと、ボディサイズがちょうどいい SUV だということです。NX は全長約4.7メートル、全幅も1865ミリと、コンパクトサイズでもなければラージサイズ SUV というわけでもありません。そうなんです。RX ほどでかくなく、本当にちょうどいい大きさなんですよね。RX ですと全長4.9メートルと約5メートル近くもあって、全幅も1920ミリと運転する際は結構気を使います。駐車する際も止めると駐車枠ギリギリで、毎回隣からのドアパンチを気にしなきゃいけません。かといって LBX や UX ではちょっと窮屈だなと感じてしまう。普段使いの場面で後席に人を乗せる機会がある方にとっては、お世辞にも LBX や UX の後席空間が快適だとは言えないかなと思います。その点 NX は平均的な成人男性が後席に座ったとしても、膝前拳2つ分のゆとりがあります。都心部にお住まいの方であればなおさらだと思います。狭い駐車枠、入り組んだ住宅街の中を走行することもあるかと思います。そんなシーンであっても NX であればそこまで車幅を気にすることなく取り回すことができます。IS なんかも車格だけで見れば運転しやすいボディサイズだと思うんですが、一昔の VIP カー時代とは違ってですね、現在は SUV 人気が主流となっています。そういった背景も少なからずミドル SUV に分類される NX に人気が集まっている要因の一つかなと感じます。そうは言っても実際めちゃくちゃ取り回しがしやすいのかっていうと、ぶっちゃけそうでもないんですよね。最小回転半径は5.8メートルなんで、意外と小回りは効かないんですよ。ただ、今後の年次改良でもし DRS が NX に実装されたとなれば、さらに NX が爆売れする可能性は高いかなと思います。NX が最強な理由2つ目はというと、豊富なパワトレ、グレードが用意されているということです。皆さん、こちらを見てください。現在発売されている NX の全モデル一覧になります。全部で8つのグレードが用意されています。プラグインハイブリッド、ガソリンハイブリッド、ガソリンターボ、通常のガソリンモデルと、パワトレだけでも4つ存在してまして、さらに 450H プラスと 350H にはバージョン L と F スポーツが選べるようになっています。250や350のみ選べるグレードには制限があるんですが、それでもここまでたくさんのモデル展開がある SUV は NX しかありません。RX では5つのモデル展開となっていますし、UX も5つのモデル展開です。LBX では3つのモデル展開となっています。やはり NX だけが飛び抜けて数多くのモデル展開が存在しているんです。こういった状況が個々のライフスタイルや価値観が多様化する日本で数多くのユーザー支持を得ている要因ではないかと思います。
使用環境、家族構成、経済状況など、個人個人の趣味嗜好や予算に応じた車両選びができるからこそ、 NX が2021年にフルモデルチェンジしてから3年経過しても売れ続けている理由かと思います。 NX が最強な理由3つ目はというと、これはもう言うまでもありません。もう外観のスタイルがどちゃくそかっこいいんです。はい、もちろんね、異論は認めます。でも私は NX の外観がどの SUV の中でもずば抜けてかっこいいと思っています。バージョン L であっても F スポーツであってもどっちもかっこいいなと思います。世間ではクラウンスポーツと比較されることが多いレクサス NX なんですが、私は NX 推しです。コスパだけで見ればクラウンスポーツに軍配が上がるかもしれませんが、内外装のスタイルだけで見たら私は NX がドストライクなんですよね。駐車場に止めてある NX をもうずっと見てられます。白米3杯はいけます。手洗い洗車に5時間はかけられます。現場からは以上です。NX が最強な理由4つ目はというと、格上車両である RX と比較しても内外装の見栄え、装備がそこまで見劣りしないという点です。言うなればお値打ち感が高い車と言えるのではないでしょうか。今回の RX の年次改良でどんな装備が追加設定されるのか、それ以下によっては今の NX のお値打ち感も多少薄まってしまう可能性もなきにしもあらずではあります。しかし改良が行われる前の現段階で言えば、メーターですとかディスプレイナビプラス、シフトレバー周りの質感や本革シート、ベンチレーション、F スポーツモデルに至ってはナビ AI AVS、アクティブサウンドコントロール、パフォーマンスダンパー等主要装備は両車両ほとんど同じとなっています。厳密に言えば RX のシート素材はセミアニリン本革となっていまして、NX の本革シートより上質な素材を使用していたり、ウルトラスウェードを基調としたコンビシートですとかドアトリム、21インチタイヤ、アダプティブヘッドライトに関してもブレード式と NX よりさらに細やかな遮光機能を搭載しています。静粛性に関しても RX の方がよりエンジンのこもり音を低減しているですとか、クオリティだけで見れば確実に RX の方がコストがかかっているのは間違いないんですが、乗り出し価格から見ても RX と NX では装着するオプションにもよるんですが、350H バージョン L や350同士を比較してみると約70万円から100万円ほどの差となっています。パッと見た感じですね、そこまで車に詳しくない方ですとか、こだわりが強くない方から見れば、これなら NX で十分じゃんって思ってしまうくらいの差になってしまっているということです。RX だから特別な唯一無二の装備がついているかっていうと、そうでもないんですよね。パワトレも NX と RX では全く同じエンジンを積んでいます。もちろん車種専用チューンとはなってはいるんですが、500H を選ばない限り一般的に見たらほとんど一緒と言ってもいいかと思います。車格から来る見た目の迫力ですとか室内空間の広さはさすが RX だなと思ってしまいますが、両車両に乗り込んでみると意外と室内の雰囲気が似ているような感じがあるんですよね。勘違いしないでくださいね。決して RX がダメだと言っているわけではないので、見た目の迫力や基本的な乗り心地、静粛性は絶対的に RX の方が上だと私は思います。ただ、NX の完成度がすごく高いっていうのもあって、その差がそこまで大差があるのかと聞かれると、そんなに大きな差は感じないなということなんですよね。NX が最強な理由5つ目はというと、安定したリセールが期待できるということです。世はまさに大 SUV 時代です。数あるレクサス車の中でも SUV を選んどけば基本的にリセールも安定していると言えるかなと思います。さらに言えばリセール重視で選ぶのであれば 350H か350の F スポーツを買っておけばまず間違いないなと個人的に思います。今後セダンブームの波が再度来る可能性もなくはないんですが、私はまだしばらくの間はミニバンですとか SUV の人気が引き続き継続する可能性は高いと思っています。
じゃあ SUV 系なら何でもいいじゃんと思われたそこのあなた。残念。違うんですよ。メーカーがトヨタ、レクサスだから高いリセールが期待できるということなんです。例えば、同じような価格帯の輸入車メーカーだとどうでしょう。おそらく NX のリセールを下回る車種がほとんどかと思います。希少車種であれば高額売却が期待できる個体もあるかもしれないですが、中古車相場は需要と供給のバランスで成り立っています。一般消費者目線で見れば外車イコール故障が多い、その分維持費が高くなりそうといった不安材料を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。国産メーカーの車の方が故障や修理費のリスクが低いだろうと世間では認知されています。また、レクサスの中古車は海外でも人気が高いのも高リセールの要因の一つかなと思います。質の高い車を賢く買って、さらに次の車の購入資金につなげることができる。これも NX を選ぶユーザーが多い要因の一つではないのかなと私は思います。そして最後になりましたが、NX が最強な理由6つ目はというと、それはレクサスブランドであるということです。そうなんです。栄えある6つ目の理由は、ぶっちゃけレクサス車であればどの車種を選んでも差し支えありませんし、これに関しては NX が販売好調である理由の裏付けというよりは、NX を購入すると漏れなくついてくる付加価値も購入者のステータスとなっていると言い換えてもいいかもしれませんね。しかし、単なる付加価値と侮ってはいけません。数ある自動車メーカーの中で、さらにそのメーカーでも様々なミドルクラス SUV がある中で、どうしてレクサスの車を選ぶのか、どうしてベンツではなく BM じゃなくレクサスなのか、国産メーカーの中でもトヨタでもなくホンダ、日産、マツダではなく、なぜレクサス NX を買うのか、そこには確固たる理由が存在しているんじゃないのかなと私は考えています。私自身も正直、実際にレクサスで商談させていただいてオーナーになってみて分かった部分といいますか、実際に NX を購入してその後定期的に販売店とお付き合いさせていただくことによって気づかされた部分というかですね、それは何かっていうと、当チャンネルでもたびたびお伝えさせていただいているレクサスのおもてなしが唯一無二の素晴らしいサービスだということです。店舗に伺った際ですね、受付を担当されるレクサスレディの接遇の高さ、営業マンも同様に言葉遣いや接客技術の質の高さ、心地よくくつろぐことができるラウンジ空間、販売店の雰囲気が高級ホテルさながらのしつらえの良さ、一度体験してしまうと次もここで買おうと、そう思わせてくれるちょっとね恥ずかしい納車式、こういった付加価値だけでなく、さらに定期メンテナンス費用も込み込み入った車両本体価格なんですよね。このように普段あまり目にしない部分ではあるんですが、さすがレクサスだわと感心してしまうくらいのオーナー体験を味わうことができるんです。個人的に今まで複数の自動車メーカーで購入してきましたが、レクサスほどですね、素晴らしい接客ですとか、おもてなし体験をさせていただいた店舗は他にはありません。正直ですね、先日、メルセデス・ベンツ GLB をお借りした店舗さんもレクサスと比較すると、店内のしつらいですとか、おもてなしの部分では負けてしまっているなと感じました。誤解しないでいただきたいんですが、素晴らしいおもてなしやサービスを提供する店舗も中にはあるかと思います。しかし、少なくとも私が今まで受けてきたサービスの中で見れば、レクサスがダントツで抜けているということです。1989年に北米からスタートしたトヨタ自動車の高級プレミアブランドレクサスなんですが、国内展開を開始したのが2005年ですので、今年で19年目になるんですよね。皆さんはレクサスと聞くとどういった印象を思い浮かべますか？庶民的サラリーの私には高級、上品、上質、大人、特別、和モダンといったイメージが頭に浮かんできます。どうでしょうか？皆さんの中でも似たようなイメージを思い浮かべられた方は多いのではないのでしょうか？
このブランドイメージを19年余りで国内外に定着させた背景には、様々な苦悩と葛藤、関係者のたゆまぬ努力があってこそだと私は思います。現レクサスオーナーの方がリピーターとなる理由ですとか、初めてレクサスオーナーになろうと思わせる理由は、少なくともこういった付加価値があるからではないのかなと私自身は思ってしまいます。ということで、今回は NX が最強である理由6選お伝えさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはレクサス関連や独自の比較系動画を自由気ままに配信しております。よかったらいいねやチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今後ですね、NX450H プラスの試乗の予定もありますので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。